リラクゼーション整体ドリームスタートします。はい、今回は肩こりのお話になってきますね。実際の基本技法ですね。実践編の基本技法になります。その前に肩こりとは何ぞやということを知っとかなくちゃいけないわけですよ。はい。ですよね。でお客さんに言われたりしますよ。肩こりってなんで起こるんですかとか、なんで私肩こりなんですかっていう時に説明がやっぱりできないといけないので、その辺のお話をちょっと書きましたので、ちょっとゆみちゃんに読んでもらいます。どうぞ。はい。肩こりとは、首から肩、背中にかけての筋肉がこわばり、だるさ、重さ、疲労感、時に痛みを感じる症状が肩こりです。関係する筋肉はいろいろありますが、首の後ろから肩、背中にかけて張っている僧帽筋という幅の広い筋肉がその中心となります。そうですね。まずこの僧帽筋という筋肉が要になります。ここをまず実践編で狙っていきます。はい、じゃあですね。はい、肩こりが起きる理由、肩こり痛が起きる理由。私たちの肩には腕や肩甲骨に加え約5から7キロもある頭部の重さがのしかかっています。つまり肩の筋肉には負担がかかりやすい構造になっているのです。特に日本人は欧米人に比べ筋肉量が少ないために筋肉への負担が大きくなり、肩こり痛を起こしやすいとも言われています。さらに長時間同じ姿勢を続けたり、精神的ストレスを抱えているなど条件が加わると、肩の筋肉が緊張して血液の流れが悪くなり、疲労物質が溜まったり、ビタミンの補給がうまくいかなかったりします。その結果、筋肉がこわばって肩こりが生じるのです。はい、これ大事なところだよね。まず頭の重さが5キロから7キロあるんですよ。ゆみちゃんは5キロかもしれないけど、私7キロあるんですよ。それを首と肩の筋肉、腕もそうですけど、私支えてるわけですよ。それが弱いとどうなるんです？どっかに負担がいくわけでしょ。そうです。それが肩こり痛に原因になるということも一つあるということね。あとこれ面白いよね。欧米人に比べて筋肉量が少ない、ね、あんながたいのいい、だから欧米人とか、アメリカとかは特にあれだよね、がたいがいい人たちはあんま肩こりにならないんだよね、あっちの人たち。だから日本みたいにこうリラクゼーション業が多分盛り上がってないというか、あまりないというか、それは現状ですね。でも前よりは増えてきてるみたいだけどね。これだからこれと、携帯だから、増えてきてるけどね。あとはね、ここにやっぱりね、長時間同じ姿勢を続けるっていうのがものすごい肩こりの原因になります。緊張しちゃうんだよね、肩の筋肉がね。やっぱりこうポンプされて動かしてないといけないのよ、筋肉って。それが動かないでずっとやってると、どんどん疲労物質が溜まってくるってことを書いてます。それをお客さんに聞かれた時にね、例えば事務仕事だったりパソコン仕事の人はそういうのが原因かもしれませんねって言えるわけです。その人の原因が全く違うので。あと今時代多いのは、ゆみちゃん何だと思いますか？ストレスです。そうです、ストレスなんです。ストレスを抱えてる。ストレスって怖いんですよ。本当に怖いと思います。すごいね、自分でそう思ってなくてもものすごいこう精神的疲労になってくるわけですよ。肉体的じゃなくてね、それってね、分かりにくいから怖い。私もね、入院してた時期あって、私こういう性格なんで、そういううつ系とか全然そういうのは全く無関係だと思ってたんだけど、実際は1ヶ月ぐらい動いちゃダメだったね、ベッドから。寝たきり状態、同じ景色をずっと見てるわけですよ。1ヶ月ぐらいだったら、なんかしのさんおかしいですよって言われて、お見舞いに来た人に、その、ね、おかしい意味が全然分かんなかったんだけど、そう言われてからよくよく考えていくと、俺もう携帯も見れなくなってるし、なんかね、疲れちゃう。あとテレビもテレビっ子のくせにテレビを見るのも疲れちゃう。こういう状態が精神的ストレスなんだなっていうのを感じた時期があった。それどう対処したと思う？で思ったのが、同じ景色、同じなんていうの、
同じ景色だね、同じ景色を見てるからなんかちょっと景色を変えたいなと思って反対向いたり、あとは看護師さんに言ってちょっと廊下にペットボトル出してくれ、そしたらまた全然違った景色が、それじゃ飽きたらずそのうちね、もう外じゃなくて病院の窓際の方までもうベッド置いといてくれ、あとほっといてくれって、俺何も動けないし、そしたらね改善しました。全然変わりました。だからそういうね精神的ストレスっていうのはちょっと脱線しちゃったけど、すごい大変だということね、大変というか怖いということね。気づいてよかったですよね。いやそれ気づいてよかった。言ってくれた友達がいたから、そう言ってくれたらやっぱ友達とか大切だよね、そういうのがね。じゃあ次、はい、肩こりの症状、首の付け根から肩、背中にかけて張っている感じや痛みなどが出ます。頭痛、めまい、吐き気、集中力低下、目の疲れ、倦怠感、腕や手のしびれなども肩こりから生じる症状として現れることがあります。肩こりの人はよく分かってるよね、こういう症状が出ますよね。まずはあるじゃん、肩背中にかけて張っている感じっていうのは最初の段階じゃん、そのうちそれをほっとくと頭痛、めまいするよね、吐き気、もうこうなるともう結構重症ですよね。こういう人たちお客さんで実際いるわけですよ。それをなんとかしてあげたいじゃないですか。そのために今日ね、これから実践編でどこをどう狙っていきましょうっていうね、今日は僧帽筋に対して結構アプローチしますんで、でね、あと手や、ね、腕のしびれっていうのは、ね、神経的症状なんで、ちょっと筋肉とは関係ない、今度はまたどこかの神経が当たってしびれるというので、ちょっと肩こりとはまた別格になってくるんで、ヘルニア系とかになっちゃうんで、神経的症状がね、はい。でこれですよね。はい、ゆみちゃん、これ大きく最後原因です。原因、日常生活、姿勢の悪さ、運動不足、ストレス、眼性疲労。はい、これ実際に、お客様、なんで私肩こりなんでしょうかって言った時に大抵この4つが当てはまります。それを探ってください。姿勢の悪さ、運動不足、ストレス、眼性疲労。ちなみにゆみちゃんは肩こりある？ないです。ないモデルになら俺もないんでね、これ実際超肩こりの人がモデルでいれば分かりやすいんですけど、まあだから姿勢じゃそんなに悪くないってことなのかな、どっちかというと。で俺もそうなんだね、どうなんだろうぐらいな感じで。運動不足、これはまあほどほどに動いてると思います。一緒ですね。私もジム行ったり山行ったりするんで、ほどほど動いてる。でストレスはあんまりないです。あんまりない。私もないですで眼性疲労、あんまり感じない。私もちょっと老眼が入ってきたなぐらいで目の疲れってなんか本とか読まないから。でも最近はこういうね勉強の資料とか作ったりはするので多少はあるけど、全然目ももともとものすごいいいので、2.0 ですよ今も現役で。免許センターとか行っても一番下見えますよ。すごいです。でも昔よりちょっと見づらくなってる。って感じで、ちゃんと焦点を合わせると見えたみたいな感じ。すごい。昔ははっきり見えてたから、多分ね俺 3.0 ぐらいあったもっとあったすごいはい、ということでまずね肩こりのね座学的な要素をねまず知ってくださいっていうことですね。はい、じゃあこれから実践編いってみます。はい、実践編いきます。肩こりの実践編です。まず僧帽筋という筋肉、このピンクのラインになります。筋肉図のピンクのラインが僧帽筋になります。一番表面の筋肉になります。背中のね。まずこれを狙っていきましょうって話ですね。で、肩こり辛い人は僧帽筋上部、これの上部ね、ここが辛い人と、あとここの肩甲骨ありますね。この肩甲骨のこの上角っていうんですけど、一番角張ってるとここが辛い人と言います。見えますかね。肩甲骨があって、ここね、これが肩甲虚筋っていうんですけど、この赤い肩甲虚筋のここが辛い人がいます。これを狙っていきましょう、まずは。で、実際はまず指でね、押圧していきます。
ちょっと軽く押していきますね。まずいきなりガーッと押さないでください。それ基本になりますからね。徐々に徐々に強くしていくのがいいですよ。その人に合わせてね。はい、まず僧帽筋、肩甲虚筋の方いきますね。指指圧、指で押圧は両方、まず両方で覚えましょう。右と左いきます。ぐー、押した状態で体重を乗せていきます。押した状態で体重を乗せていきます。まずここの部位ね、ちゃんと捉えてください。ここです。この部位を親指当てて指を乗せた後に体重を乗せていきます。これもできれば呼吸に合わせてねいきましょう。ぐーで、圧加減は人によって全く違うので、これぐらい入ってもゆみちゃんは痛気持ちぐらいかな、これぐらいだと。はい、まずここ肩甲虚筋。はい、次僧帽筋上部。これこの前ねやったここのツボなんて言うんでしょうか。肩勢ですね。はい、肩勢も指で、今度は両方ねちゃんと捉えてください。ここにね硬い上部繊維があるわけですよ。これ硬いのがね、わかるよね、これを捉えて、ちょうどね真ん中ですね、肩と首との真ん中をぐー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 。はい、この2つはまず基本ベースになります。その後です。まず肩こりのお客様いました。実際に私はちょっと整体教室の方では3線を中心に練習してみてください。3線というのは僧帽筋、これに対して脊柱際が1線で、真ん中が肩勢の真ん中が2線で、最後この肩甲骨の際のところの端っこが3線と呼びます。それを縦にいきます。縦に狙っていきます。ちょっとやっていきますね。まず上からね、まず第1線、一番内側、脊柱に対して一番近い方いきますよ。両手でいきます。ぐー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 。ちょうど肩甲骨の終わりぐらいまでいきます。ぐー。はい、ここまでですね。これが第一線。もう一回いきます。ぐーぐーぐー。ボキボキ言ってますね、ゆめちゃん。はい、第2線、真ん中になります。真ん中いきますよ。はい、ぎゅー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 。この時にこう体重を乗せていってくださいね。指だけこうやってグーっていかないように、指入れてこう体重を乗せていきます。2線です。はい、もう一回いきます。真ん中で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 す。はい、肩甲骨の下角の部分まで、胸椎7番ですね。ここね、ここ7番ですね。7番の横、肩甲骨の下角です。7番。はい、第3線、一番外です。ぐーぐー。ほんと肩甲骨のキワキワのところです。ここのキワキワのところになります。ここに行きます。でも肩甲骨の上に乗らないようにしてください。ぐー。ゆみちゃんの時にはどこのラインが一番気持ちいい？ 2 番、真ん中ですね。はい、次。今度は指ではなく手のひらを使います。肩甲骨剥がしていきます。この肩甲骨をこのラインにロックして、こうちょっと斜めになるよね。こうじゃないからね。ちょっと斜めになりますよね。これを肩甲骨のここに当てて引き剥がす技になります。
その時手を重ねてください。でグーグー、なるべく呼吸に合わせて呼吸のリズムでグーで、その時まず真ん中やりましたけど、上角ね、上の部分もここの肩甲骨筋のここ上角もこう掴んで剥がします。剥がします。これも上手にできるようになるとすごい気持ちいい技なので、みちゃんみたいにあんま凝ってなくても気持ちいいよね、これは。はい、今度価格の部分、こっちに行きます。こっちもね、こういうベクトルになるからね、こっちこっちこうなります。はい、剥がします。あとこれ注意点なんですけど、女性の場合はブラの線とか当たりますけど、あんま気にしないでくださいね。ただブラの線のとこはグリグリやっちゃうとちょっと痛めちゃう可能性があるから、ずらしたりわざわざしないでください。そのまま行くけどそこまで強くやらないっていうのが基本になりますね。だよね、ゆうちゃん。どういう考え？ブラの線のとこは。もうそもそも触れないようにしてる。そうだよね、あんま気にならないよね。ただあったなと思っても意識しないことが大切だよね。普通にそのままやっちゃうってことね。こうね、肩甲骨、ちょっと反対もいってみよう。はい、肩甲骨、これ肩甲骨。はい、今度は左手になりますね。真ん中まず手あると見えないので片手でいきます。本当は実際はこうです。で上角、ベクトルがこっちになります。で体重乗せていきます。で価格、真ん中、上角。上角やるときにやりづらいなと思ったら反対でいきましょうね。こっちでいきますからね。基本的に左手でも右手でもどちらでもやりやすい方でね、基本的にはいいです。ただ使い方がね、ずっと右手ばっかりだとまた自分自身のねじれにもつながっちゃうからね。はい、次いきます。第1戦第2戦第3戦肩甲骨剥がし終わりましたら、今度こちら側からこの前やりました背内線背外線。背内線は脊柱の際、背外線はその1寸2寸先のこの脊柱起立筋の上のもりっとしたところに乗っかります。 OK ですか？はい、今度背内線と背外線、この前基本技法でやりましたね。脊柱の際ね、ちょうどこの際なんですよ。横突起の上、これ横突起って言うんですけど、これ極突起ね、真ん中の方の極突起、この赤い点のとこね。で横のこのだから極突起があって横突起がこれになります。横突起、その横突起の上になります。これがこうなります。ちょっと曲がってるタオル合わせて、タオルを合わせて、はい、じゃあ実際押していきます。でベクトルが上から行くと肩こりの人はこっちになりますからね。こうなります。はい、内線ぐー、呼吸に合わせて、これも肩甲骨の下角のとこね、下角、ここまで行きましょう。胸椎7番ですね。胸椎7番の意味分かりますかね、皆さんね。1、2、3、4、5、6、これ7番ですね。頸椎7番。で、胸椎1、2、3、4、5、6、7。この横がちょうど下角になります。肩甲骨の上角と下角って言いますからね。下角になります。ここまで行きましょう。はい、次、背外線ですね。背外線は外側になります。ちょうどこのもりっとした肩甲骨の、ここは菱形筋という筋肉になりますね。オレンジの。で、菱形筋の真ん中辺です、狙うは。さっきは際でしたけど、その一寸外になります。はい、いきます。これベクトルまたこっちになりますからね。こっちね。ぐー、ぐー。
はい、7番まで。基本的には、まあ、7番から、そうだね、7つぐらいだね。だから、一個一個、胸椎1番に対して1圧、2番に対して2圧、3番に対して3圧、4圧、5圧、6圧、7圧っていう感じでやっていきましょう。これも練習なんでね。はい、とりあえず肩こり実践編ここまでいってみましょう。はい。